それでは早速、玉ねぎ1個の下準備から始めていきます。まずは糸を握って、玉ねぎの上下を切り落とします。少し指先を濡らした状態で縦方向に皮を剥いていくと剥きやすいですよ。私の手の指先はかさついているので、いつも玉ねぎの皮を剥くときは苦労しています。皮を剥き終えたら縦半分に切って、それから1センチ幅にしていきます。ところで、玉ねぎに含まれるアリシンという成分は、血液サラサラ効果をサポートしてくれます。また、血中のコレステロールを低下させ、動脈硬化を予防する働きもあるんですよ。玉ねぎを切り終えたら、次は豚ロース肉の下準備をしていきます。今回はフライパンに直接入れて味付けをしていくので、洗い物が少なく楽ちんですよ。調味料を取り出したら加えていきます。まず酒大さじ2、お肉を柔らかくして臭みを取ってくれますよ。次に醤油大さじ2、コクと旨味が加わって味がぐっと引き締まりますよ。最後に片栗粉大さじ1、タレにとろみがついて具材にしっかり絡むようになりますよ。調味料を加え終えたら、お肉全体にしっかり絡むようによく混ぜ合わせていきます。片栗粉もなじませておくことで、炒めた時にタレがとろっとまとまりますよ。次に玉ねぎをほぐしながら加えていきます。お肉とよくなじむように手で軽くばらしながら加えていくと、後で炒める時に作業しやすいですよ。そして火の通りも均一にしやすくできます。この一手間が美味しさの差になりますよ。食材を加え終えたら水を大さじ3回し入れます。これから蒸し焼きにしますので、ふっくら仕上げるためにお水が必要なんです。そして味のポイント、ごま油を取り出して大さじ1回し入れます。香り付けにもなりますし、この香ばしさがたまりません。蓋をして弱めの中火にして熱していきます。早送りでお届けしています。5分ほど蒸し焼きにしました。蓋を開けてみると、玉ねぎはしんなりしていて、そしてふわっと香ばしい香りが広がりました。調理スプーンで全体を混ぜ合わせていきます。ただ、ちょっとお肉がくっついていたので、菜箸も使って軽くほぐしていきます。こうすることで一口ずつ取りやすくなって食べやすさもぐっとアップします。最後の味付けとして調味料を取り出したら加えていきます。まず酒大さじ2、お肉を柔らかくして風味を引き立ててくれますよ。次にオイスターソース大さじ2、固まっているのでよく振ってから加えます。コクと深みを加えるために欠かせない調味料です。最後に砂糖小さじ2、ほんのり甘みを加えることで全体のバランスが整い、味もぐっと引き締まりますよ。調味料を加えたら全体を炒め合わせるために中火にします。ところで豚肉と玉ねぎは実は相性抜群なんです。豚肉に含まれるビタミン B1 は玉ねぎに含まれる硫化アリルという成分と一緒に摂ることで疲労回復効果を高めてくれるんですよ。また玉ねぎに含まれるフラボノイドという成分が豚肉の脂肪分をうまく分解してくれる効果があるんです。このため豚肉の脂っこさが気になる方にもおすすめの組み合わせなんですよ。ちょっと熱かったんですが、味が気になったので手のひらに少し取って味見してみました。熱かったですが、味はバッチリです。調味料がしっかり絡んで旨味が広がりました。最後に器に盛り付けていきます。バランスが大事なので、
玉ねぎと豚肉が均等に並ぶように盛り付けていきます。少しはみ出してしまったので、調理スプーンと菜箸で整えました。最後の仕上げで器とテーブルをきれいにしたら完成です。スプーンにすくいました。玉ねぎと豚肉の相性が抜群です。醤油、オイスターソースの旨味とごま油の香ばしさが絶妙に絡まってご飯が進む主菜にできました。玉ねぎと豚肉のオイスター炒め。簡単に美味しくできました。材料や作り方は動画説明欄に記載していますので、ぜひご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録や高評価をいただけると嬉しいです。